世界一面白いアクション RPG を作る。これを人生のメインクエストとして掲げております。はい、タカと申します。今回はですね、当チャンネルで作ってるこのゲーム、剣とか魔法を使ってね、戦っていく感じのアクション要素が強めのゲームなんですけど、このゲームのステージ制作の一部についてちょっと共有できたらなと思っております。で、今回作っていくのはこちらのお城ですね。この手のゲームで城といったらね、ゲームの攻略におけるサビの部分に当たってくるかなと思うので、しっかりね、気合い入れて作っていきたいと思います。で、この動画見てる方の中でね、どれくらいの割合いるかはちょっとわかんないんですけど、もしね、小規模なチームでアセットを用いてステージ制作を行っているっていう方がいたらね、少しは参考にしていただけるんじゃないかなと思います。で、おそらく大半の方がね、制作とかはしてないけれども、なんとなくね、興味を持ってクリックしていただいたっていう方が多いと思うので、そういった方々にもね、伝わるように、どんな風にステージを作ってるのかだったりとか、どういうことを考えながらね、作業しているのかっていうところを分かりやすく伝えていけたらなと思います。それでは早速いってみましょう。まず最初にステージ作る場合なんですけど、大きく分けてね、3つの工程に分かれてくるかと思います。これはですね、大手のゲーム会社とかで数十人とか100人以上の規模でマップを作る際もね、同じになってるかと思います。1つ目の工程なんですが、下書きですね。ブロックアウトとか呼ばれたりもするんですけど、こういったですね、無機質な図形を使ってやっていくことが多いです。とりあえずちょっとやってみましょうか。まずはだだっ広い床を作って、その上にね、青い立方体を乗せます。こうすることでとりあえずね、歩き回れるフィールドができたんですが、この床に当たる部分は果たして土なのか、それともレンガなのか、もしくは草木がね、生い茂ってる感じなのかだったりとか、この青い立方体に関しては敵なのか、それとも何らかのアイテムなのかみたいなね、そういったところまで考えて下書きをしていく必要があります。さらにね、これを進めていきましょう。まず床をね、複製して移動して回転させます。こうすることでね、すぐに壁が出来上がりました。こういった簡易的な図形を使っていくことでね、めちゃめちゃ素早くステージの下書きをしていくことができます。さらに床をもう一つ複製してね、補足して今度は道にしてみましょう。そしてさらに道を複製して回転して分かれ道を作ります。こんな感じでね、どうでしょうか。めちゃくちゃ簡単な図形しか使ってないんだけれども、結構ね、下書きとしてはしっかり意味を持たせられそうな感じしてきますよね。この下書き作業、ブロックアウトの時点で、そのステージを攻略した時のね、面白さが結構決まってしまうと言っても過言ではないかなと思いますね。いわゆる料理における献立を決める作業に似てるかもしれないですね。献立を決めた時点で、もうその食事によって得られる栄養価みたいなものは大体決まっちゃいますもんね。ブロックアウトはめちゃめちゃ大事ですと。お次は2つ目の工程ですね。素材を準備するフェーズです。これは料理で言うと、スーパーマーケットにね、食材を買いに行くような工程になります。もちろん絶対買わないといけないかっていうと、そういうこともなく、自分でね、調達できる人は調達してもらって構いません。仲間にね、環境デザイナーがいる場合は、その方に頼んでモデリングしてもらうのもいいと思います。今回の場合は、次の2つのアセットを購入して使っていきます。1つ目は、ローデンフェル。言わずと知れた高品質アセットですね。こんな感じのちょっと風化したようなね、錆びれた砦を作るための素材が一塊になったアセットです。このローデンフェルの特徴としては圧倒的な汎用性の高さですね。実はこういった砦用のレンガ系の素材だけではなくて、草木だったり岩といった自然地形を作るための素材っていうのもめちゃくちゃ高品質で使い勝手のいいものが揃っています。そして建物を構成する建材の部分なんですが、こういったね、真四角のタイルとかだけではなくて、ちょっと風化したような壊れてしまったようなギザギザした状態のものが含まれていたり、あとは壁面をね、こんな感じでツタが覆っているような状態に似せるための素材もあったりだとか、いろいろ細部、ディテールの部分がめちゃくちゃ凝っている高品質なアセットで、自然地形、建物問わず使っていけるめちゃくちゃ汎用性の高いものになっております。そして2つ目のアセットがこちら、ファンタジーキャッスルということで、名前の通りね、お城作りに特化したアセットになっております。強みとしてはその圧倒的なビジュアルの強さ。とにかくビジュがめっちゃいいです。遠くの方から見上げた時のね、荘厳たる建築の美しさも一級品ですし、城の内部にもシャンデリアだったり、あとこういった壁面部分ですね、細部までよく凝られた作りになっていて、中も外もね、圧倒的なビジュの良さが目立ちます。一方で弱点としては少し扱うのが難しいといった側面が挙げられます。例えばこの壁面なんですが、正面から見るとね、めちゃくちゃビジュがいい高品質なアセットなんですが、これをですね、少しずらして横や後ろ側から見ると、こんな感じでね、透けて見えちゃうんですよね。
つまり後ろや側面から見られることを想定していない作りっていうことで、これはもう配置していくときにね、そういった正面からしか絶対にね、プレイヤーが見ることがないような角度に配置する必要があるということになります。他にもあとは光り物系ですね。こういったシャンデリアとかなんですが、こちらもですね、すでにポイントライト、明かりもセットで一つのブループリントとしてね、登録してくれてるんですが、ポイントライトが付属してるっていうことは、もう本当に物理的に光を発しているということになります。暗い部屋にこのシャンデリアを置いてあげると実際明るくなりますし、それはそれでね、めっちゃいいことなんですけど、ライトはね、どうしてもたくさん数を置きすぎるとゲームが重くなってしまうという仕様があります。これはですね、アクション要素の強いうちのゲームにとっては結構致命的な弱点になってしまうので、このシャンデリアもですね、実際ゲームの中に配置する場合はかなりライトの数を減らしたり弱くしたりして配置しないといけないという、ちょっとね、一手間二手間かかってしまうような癖の強いパーツが結構多い印象でした。なんですけど、それらを差し引いてもね、やはり圧倒的なビジュの強さっていうものが光っているアセットになりますので、こちらも大変おすすめになっております。さあ、そしていよいよ第3の工程ですね。ステージ作りの3大工程。ステップ1が下書き。ステップ2が素材の準備。もうこれで材料揃ってますよね。あとは下書きの通りに素材を配置しまくっていくということになります。これは料理で例えるともう実際の調理パートっていうところに当たりますかね。料理人の腕がめちゃくちゃ重要になってきます。今回はファンタジーキャッスルの圧倒的な美女の良さ、特に遠くから見上げた時のね、荘厳たる建築の美しさを最大限活かすために、デモマップのお城の形を外観だけそのまま持ってきて使うようにしています。このデモマップっていうのはアセットを購入した時にね、だいたい一つセットになってついてくるステージなんですけど、これはそのアセットの制作者さんがビジュアル面ですね、視覚的なイメージの一例として実際にその素材を配置してステージを一つ作ってくれたデータというものになってます。ファンタジーキャッスルのデモマップはこんな感じですね。で、ここでめちゃくちゃ重要な注意なんですけど、このステージをですね、そのままゲームに使えるわけではないっていうことを認識しておく必要があります。このデモマップはですね、あくまでもビジュアルイメージを固めるための一例としてね、作られているものなので、実際にこのステージを探索、冒険して楽しいかどうかだったりとか、実際にこのお城の中で戦闘できるスペースがちゃんと確保されているのか、みたいなことは一切考えられずにね、見た目のみを優先して作られたステージになっているので、このステージをね、そのままゲームのステージとして使おうとすると、いろいろ破綻してきてしまって、ゲームとしては成り立たないようになっています。例えばこのままデモマップをね、少し中身見てみましょうか。最初の入り口玄関から入って一部屋目ですね。めちゃくちゃビジュのいいステンドグラスがね、ひときわ目立つ大部屋が一つありまして、で、この先にですね、ちょっと空が見えるようなね、開けた空間、広場が一つあります。実は内装部分がちゃんと作られているのってこの2つの空間だけなんですよね。それ以外の場所っていうのはもうね、外から見た時の見た目しか用意されていない、いわゆるハリボテになっていて、中はね、こういう真っ暗な部屋になっていたり、屋上部分もね、こんな感じでツルツルの床が一面敷かれているだけという形で、先ほども言った通りね、やはりビジュアルの一例として用意してくれているだけなので、このマップをね、そのままゲームの一つのステージとして使うことはできません。これは先ほど紹介したもう一つのアセット、ローデンフェルにおいても同じことが言えますね。なので、ステージ系のアセットを購入される場合は、そういったことにね、必ず留意してから購入を検討されることをお勧めします。それではですね、ここからは実際に今週ね、作業して作っていたお城の部分を歩きながらね、制作中に考えていたポイントなんかをね、伝えていけたらなと思います。まず早速ね、エレベーター昇降機に乗ってお城の入り口部分にね、到達します。この時点でね、実はもうステージ2の終盤あたりまで攻略してきているということになりますね。一応ゲーム全体のボリュームといいますか、ステージ一つ一つのボリュームどんな感じなのっていう質問をよくいただくんで、ちょっとそこさらっと答えておくと、このゲームステージ一つ一つがめちゃくちゃバカでかいです。というのもですね、開発の技術的な問題からですね、オープンワールドで作成するというのは今回断念しておりますので、ステージ1とステージ2の間、それからステージ2とステージ3の間にそれぞれね、ワープポイントっていうものを設けております。
そこにね、インタラクトすることでステージの読み込み、ロード時間が発生して、次のステージへ移るというね、方式を採用してますので、その2つのワープ区間ですよね。それらで区切ったところを便宜上の1つのステージ、ステージ1、ステージ2、ステージ3という風に呼んでますので、実際にね、それぞれ一つ一つのワンステージごとの大きさっていうのは、例えばエルデンリングだったり、その他ソウルライクのワンステージと比べて、ちょっとね、大きさに差異があるっていう風なズレが生じてしまっております。一例としてね、ステージ2をざっくりと見て回ると、まず最初入り口からね、平原エリア広がっておりまして、小高い丘の上にね、小さな砦があります。この砦にボスがいまして攻略した後に、第一罰下の関所をくぐってですね、森林、森エリアへ到達します。関所のところにもね、ボス1人いましたね。そして森エリアも攻略していきまして、この森エリアとかさっきの砦部分とかは、先ほど紹介したアセットローデンフェルで主にね、作っていますね。で、森エリアですね、いろいろね、探索すべき場所、謎めいたエリアとかもあるんですが、正規ルートの方ね、進んでいきますと、洞窟、地下遺跡のようなね、エリアに足を踏み入れることになります。この地下遺跡もね、かなり高低差があって広めのエリアとなっております。攻略進めて一番下まで降りていきますと、大きな扉があって、この先がボス戦のエリアですね。この辺りはね、まだ制作途中なので、ちょっと簡易的なね、配置物が多いかなと思います。で、ボスを倒してね、進んでいくと、エレベーターをね、起動させることができるようになります。このエレベーターがちょうどステージ2の真ん中部分に当たりますかね。一番最初の平原エリアでもね、ちょっと一応見ることはできてたんですけど、起動させることができずにいた、この昇降機ですね。地下深くからね、無事起動させることに成功した主人公は、昇降機に飛び乗ってそのままね、お城の玄関口へとアクセスするといった形になります。ではここからはね、実際に解説も混ぜていきながらちょっと説明していきたいと思います。まず最初のこちらの階段なんですが、非常にたくさんの数の松明が配置されてますね。こちらの松明ですね、ファンタジーキャッスルアセットにブループリントとしてね、含まれているアセットになります。ブループリントの内容を見ていきましょう。こんな感じで3つの要素で構成されてますね。1つ目がモデル部分、この金属製の部分ですね。そして2つ目が炎のエフェクトですね。ゆらゆらとうごめくようなエフェクト部分もアセットの中に付属してついています。そして最後3つ目なんですが、ポイントライトですね。こちらは炎の位置からちょっと上にずらして中空に配置されるような形になっています。このポイントライトっていうのは実際にね、物理的に光っているライトになってますので、この松明ブループリントを暗い部屋の中とかに置くと実際にね、辺りを照らしてくれるというような物理的な挙動を取ります。なんですが、今回のこの階段部分のシチュエーションにおいては、うちのステージがですね、今回この真っ昼間の明るいお城として作っているっていうこともあるので、この松明のブループリントに含まれているポイントライト、実はね、今回のシチュエーションにおいてはちょっと必要ないんですよね。で、先ほどちょっと話したんですけど、ポイントライトね、あまりたくさん置きすぎるとゲームが重くなってしまうっていう風な弱点もあるので、今回ね、基本的にこの松明とか炎のポイントライトに関しては、こちらのビジブルっていうね、可視性を切り替えるフラグがあるんですけど、このフラグをフォルスにすることによって、ゲーム内ではね、ポイントライトが描画されないような設定として扱っています。で、全てのポイントライトをオフにしてるかっていうと、実はそういうことでもなくて、例えばこの扉の前まで行くとね、ろうそくとかがね、こう配置されてるわけなんですが、このろうそくの周りちょっと明るくなっているの分かりますかね。これ実はポイントライトね、後から配置してるんですよね。ろうそくもこれブループリントとして登録されてまして、さっきの松明なんかと同じでね、モデルとエフェクト部分、そして小さなポイントライトも付属したワンセットで登録されてるんですが、そのブループリントの中のね、ポイントライトっていうのは基本的にオフにしてありまして、なのでこういった噴水の近くとかにね、置かれているろうそくに関しては、全然周りを照らしてないですよね。それでも別に見た目的には問題ないと思います。なんですけど、こっちのろうそくみたいにね、扉の付近とかに置かれてて、こう光っていた方がなんか雰囲気が出るよなっていう場所に置いてるろうそくに関しては、後からね、別個でポイントライト、ちょっとオレンジ風味のやつを追加することによって、辺りを照らすようなね、感じに仕上げています。なので、しっかりメリハリをつけるって感じですね。明かりが必要ないところではポイントライト全部消しておいて、必要なところでは炎のエフェクトの近くとかにポイントライトをね、疑似的に配置してあげることで、周囲をポワッと照らすような感じにして雰囲気を出させているという感じになります。あと、ポイントライトにはですね、すべてキャストシャドウという設定項目が付属してるんですけど、こちらはですね、トゥルーにすると、名前の通り影が
ができるようになります。フォルスにするとこのライトによる影は描画されないという形になりますね。これは基本的にはトゥルーにしておいた方がちゃんとね影が描画されてリッチな見た目になりやすいんですけれども、キャストシャドウがトゥルーになっている複数のライトとかがね近くにあるとそれぞれがね競合してしまって影がちらついてしまったりですとか、あともちろんねこれもゲームが重くなる原因の一つになってしまうので、バチッと決めたいね大きめのライトなんかではキャストシャドウをトゥルーにしておいて、こういったろうそくの小さな光みたいなねあまり重要性の低いポイントライトに関しては基本的にキャストシャドウはフォルスにしておくのがいいかなと個人的には思います。続いては階段に関するトピックなんですけど、ファンタジーキャッスルの階段パーツとローデンフェルの階段パーツをちょっと並べてみました。これね結構いろいろ違いがあるんですけど、一段の高さにちょっと注目してみましょう。ファンタジーキャッスルの階段パーツの方が一段の高さが高めになっています。で、ローデンフェルの階段パーツの方が一段の高さは低めになっていますね。この段の高さっていうのは実はゲームにおいては結構重要で、うちの主人公の身長サイズ的にファンタジーキャッスルの方のね階段を登っているとどうしてもね上下に揺れてしまうという風な実行結果になってしまいます。反対にローデンフェルの方の一段一段がね低くなっている階段だとカメラの動きもねめちゃくちゃスムーズに登っていくことができるんですね。なので基本的にはこのローデンフェルの方の階段パーツをね多用していきたいところなんですけど、どうしてもね隣接するパーツとの兼ね合い、素材の兼ね合いによってファンタジーキャッスルの方の階段パーツを使いたい、見た目的にこっちの方が合うから使いたいっていう場面もどうしても出てくると思うんですが、そういった時にですねカメラの荒振りを抑える方法として純粋に物理的にね一段一段の高さを低く圧縮するという方法ですが、これはちょっと見た目のバランスが少し崩れてしまいますね。もう一つの対抗策として階段に沿うようにですね斜めの板状の当たり判定を仕込むという方法もあります。近くで見るとこんな感じの配置関係ですね。こうすることによって段の高さはそのままなんだけど階段の上を歩いた時のね荒振り方は少しだけちょっと和らげることができます。ですがこちらのやり方にも弱点はあって、フットアイ系ですね、自分が立っている足場の状況によって足首とか膝の角度をね自動で調節してくれる機能があるんですが、このフットアイ系もねもちろん見えない斜めの当たり判定にも反応してしまうので、階段の上で立ち止まった時の足の置き方がちょっとだけ不自然に見えてしまうかなと思います。その場その場においてね適切な階段の作り方、配置をやっていきましょうということですね。というわけでね、いよいよ城の中に入っていかずにちょっとね左の脇道から見ていきましょうか。僕ねこういうルートめっちゃ好きなんですよね。絶対正規ルートじゃないんだけどなんかあの道行けそうだなみたいな。で進んでいくと実際に道が続いてるっていうね。ということでちょっとこのルート見ていきたいんですが、岩でできた細道ですね。このルートに関してはローデンフェルの岩アセットを使っています。クリフの1番2番ですね。特にこのクリフの1番がねめちゃくちゃこういった細い道を作るのに向いています。というのもですねこの面がめちゃくちゃつるっとね平らになっているのでキャラクターが歩きやすいんですよね。反対にクリフの3番とかはめちゃくちゃゴツゴツしていてね岩としては超かっこいいんですけど、キャラクターがこの上を歩くってなるとねちょっとしたこの段差とかがすごい気になっちゃって結構プレイしててストレスになっちゃうんですよね。なのでクリフの1番と2番を使うことをお勧めします。つるっとした面を上に向けて拡大して引き伸ばしていきます。でこの素材をね2つぐらい組み合わせて1つの道として使っていきます。側面から見るとねめっちゃ薄っぺらい岩がねちょっとダサい感じになっちゃうので、この下にはねさっきのクリフ3番だったりとか、他の岩セットを通常通りの大きさでね配置してあげることによって側面から見た時の見た目もね最低限いい感じにしていきます。ということでねこの道進んでいくと突き当たりの段差の下にねはぐれ強敵が一人で佇んでいそうなちょっとした空間があったりとか、逆サイド進んでいくと城の側面をね見ることができるんですが、どうやらねアイテムなんかが置いてあってこの上もね攻略可能なエリアになっているようです。なんですがここからはねちょっと登ることはできないようです。他のルートがありそうですね。さあわーわー言うとりますけどね、正規ルートの方も見ていきましょうかということで、正面玄関ですね入りました。第1の大部屋ですね、こんな感じになっております。ファンタジーキャッスルのデモマップに存在していたステンドグラスの映えるあの部屋をビジュアルとかの良さはねそのまま引き継ぎながら大きく拡張改造した部屋になっています。まず最初に部屋の面積がね
かなり2倍ぐらいに広がりましたね。これは側面の壁をめちゃくちゃ外側にね、思いっきり力技でずらしています。この作業をするにあたって、城の外壁部分もね、合わせて一緒にずらさないといけなくなってしまったんですが、外壁の大半に関してはね、プレイヤーが見ることができない場所になっていることも多いので、そういったところのね、整合性はあまり気にせずに、プレイヤーが見える場所だけきっちりとね、整地しながら、ゴリゴリとね、部屋を広くしていきました。これによって床の広さがね、だいぶ広くなって戦いやすくなったかと思います。同様に天井の面積もかなり広がりましたね。天井にはシャンデリアが吊られてるんですが、このシャンデリアも数が2倍近くになりました。先ほどの松明の話と同様で、このシャンデリアもね、ブループリントの中にポイントライトが複数個含まれているんですね。というか、このシャンデリアね、ちょっとポイントライトの数が多すぎて最初びっくりしました。一番中央に配置されている最も明るいポイントライト以外の他の複数のライトに関しては全てオフにしてあります。で、残した一つのポイントライトに関してのキャストシャドウはオフにしているので、シャンデリアの数自体は倍近くに増えたんですけど、ゲームの重さっていう側面から見ると逆にね、軽くなってるかと思います。あとは部屋の中にね、たくさん配置されていた、銅像とかオブジェクト類ですね。これらもちょっと戦闘の邪魔になってしまうので、大半はね、削除しました。代わりになんですけど、木製のベンチですね。これは破壊可能なオブジェクトになっているので、戦闘の邪魔になりにくいということで、代わりに配置しています。こういったね、雑に置けるオブジェクトみたいなのを全て消してしまうとね、なんとも殺風景な感じの部屋になってしまいがちなので、できるだけね、戦闘とかゲームプレイの邪魔にならないようにする必要はあるんですけど、オブジェクトの数っていうのは基本的に多く配置した方がリッチな感じのいい見た目になることが多いかと思います。さあ、このまま進んでいきましょうか。何やらね、物資の後ろ側にサブルートっぽい道があるんですが、ちょっとこれは無視して奥へ進んでいきます。ステンドグラスのところまでたどり着きましたが、前方にはですね、何やら木組みの足場が置かれていて通ることができないようです。右の方には小さめのベランダがあって、何やらね、その外側には岩場が続いていて、これもまたね、サブルート的な感じで探索していけそうな感じに見えるんですが、ちょっとここは割愛します。反対に左側のドアですね、開けて進んでいきましょう。2つ目の大きな部屋に出てきました。こちらもね、なるべくオブジェクトをたくさん置いたりだとか、視覚的な情報量が上がるように工夫しています。壁なんかもね、できるだけ装飾の多い凝った壁を配置するようにしたりとか、あとスタチューなんかもね、飾られてる部屋になってますね。天井はかなり高めの部屋になっていて、2階部分の通路も見えますね。通路を支えているパーツなんですが、これはローデンフェルのパーツを使ってます。こういうちょっとしたパーツもね、たくさん配置することで画面がどんどんリッチになっていきますね。で、天井にはやはりシャンデリアなんですが、先ほどの部屋と同様にライトの数はめちゃくちゃカットしています。あとそもそも天井がね、めちゃくちゃ高すぎるんで、この部屋は1階部分を照らすためのね、別の嘘ライトを配置する必要があります。この中空あたりに配置されているライトがそれですね。このライトに関してはもう照明用の役割なので、キャストシャドウもトゥルーにした状態でね、配置してあります。影を落とせるライトはね、こいつしか配置してないので、ここのキャストシャドウをね、フォルスにしちゃうと、結構1階部分の見た目がね、かなり残念な感じになってしまいます。なので、こういう重要なポイントライトに関しては、キャストシャドウはトゥルーで運用していきます。それではこのままどんどん進んでいきますね。2階に登っていくと、いろいろね、他にも進めそうなルートあるんですが、ちょっと今回は割愛していきますね。で、何やら壊れた壁があって、そこから外に出ると、なんとね、城の外側部分もね、この先探索できるようですね。ですが、ここも割愛します。ちなみにこの壊れた壁には、ローデンフェルの風化パーツを使用しています。で、またこの先も登っていくと、城の2階部分の大部屋に到達しました。ここはかなり面白い構造の部屋になってますね。天井のある部分とない部分があります。ちょっとした高低差なんかもあったりして、なんかいい感じのアスレチックっぽくなってますね。この部屋ではですね、縁取りの重要性っていうのをちょっと喋っていきたいと思うんですけど、こちらの制作途中のね、時間までちょっと巻き戻してみましょうか。はい、ということでこちら制作の初期段階ですね。ちょっと天井のシャンデリアがね、消えちゃったんで、めちゃくちゃ質素な感じに映ってるんですが、それ以上に注目してほしいのはちょっとこの辺りですね。建物建築のパーツとなっている直方体のエッジ、角の部分がね、そのままさらけ出されているのがわかるかと思います。これがですね、非常に良くないです。角、エッジの部分をそのまんま見せちゃうとね、途端にクオリティが低く見えてしまうんですよね。なので、例えばファンタジーキャッスルの装飾壁パーツを使ってこういう風に囲ってあげたりとか、
ファンタジーキャッスルはね、本当に見た目に特化したアセットなので、壁パーツもちゃんとエッジの部分がね、装飾で縁取りされてるんですよね。他にはローデンフェルのパーツの中でもトリムっていうものがあるんですけど、それの1番、トリムの1番使ってみましょうか。このちょっと高くなってる足場のところですね。これのエッジを隠すようにトリムパーツで縁取りをしてあげます。こうすることで見た目のクオリティがぐっと引き締まりましたよね。さらには天井に近い上の部分ですね。こちらはもっと大きいパーツで縁取りしてあげます。こんな感じでちょっと特徴的なね、凹凸のあるパーツで縁取りしてみました。で、そこにさらにシャンデリアもつけてあげると、どうですかね、最初の段階よりもかなり画面のクオリティが引き上がったんじゃないかなと思います。この縁取りの概念っていうのは人工的なね、建造物を作っていく場合にめちゃくちゃ重要になってくるので、ぜひ取り入れてみてください。じゃあちょっとそろそろね、順路通りに歩いていくのは終わりにして、ちょっとばかりね、開発者権限、チートを使って空中浮遊させてもらいます。ね、続いてこのシーンちょっと見てほしいんですけど、人工的な建造物と自然地形がね、複雑に絡み合った、ちょっとリアルではありえないようなシチュエーションとなっております。こちらはまさにローデンフェルの自然地形と、ファンタジーキャッスルのめちゃくちゃ美術の強いお城が合成することによって出来上がった見た目になってますね。上の方にね、青い直方体が見えるんですが、あれは下書きの時に使ったパーツがね、まだ残ってる感じですね。あのルートは確かステージ2のラスボス戦へ行くための通路なんですが、ちょっとその話はね、動画では控えておきましょう。で、このシーンで言いたいことなんですが、複数のね、異なる特徴を持つアセットをうまく組み合わせることによってですね、ちょっと他ではなかなか見ないような個性的なね、見た目、シーンを作ることができるよっていうところですね。しかもこの崖から下を見るとね、道中でちょっと説明した地下遺跡が遠くの方に見えてたりなんかもして、ということでね、現実的には絶対ありえない地形なんですけど、ゲームの中だからこそできるシチュエーションっていうことでね、ご自身の想像力を爆発させてですね、様々なアセットをうまく組み合わせて、いい感じのステージ作りやっていきましょうということでまとめにさせていただきます。長い時間お付き合いいただきありがとうございました。こちらのゲームなんですが、近々ですね、体験版、製品版ともに控えております。もしね、少しでも興味を持っていただいた方は、ぜひね、Steam のページ飛んでいただいて、ウィッシュリストへ登録、ポチッとね、やっていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。それでは今回ここまでとなります。また来週もよろしくお願いします。